古漢の末期、漢帝、霊帝の治世では宦官が重用され、特に霊帝の時代は十条寺と言われる宦官が権力をもっぱらにし、政治を乱した。剥製に苦しむ民衆は太平道の指導者聴覚に率いられて一斉放棄した。黄巾の乱である。黄巾の乱が1年足らずで平定された後も政治の乱れはさらに進み、民衆はさらなる重税と管理による搾取に苦しむようになったのである。三党は宰相を、三政は将軍を算出するという。三政すなわち秦、魯、両の地域は秦代は白起、王翦、維新を生み、古漢でも京都の戦争で活躍した領衆3名、すなわち候補期、長官、段家、さらには候補数や董卓といった名将を輩出してきた。しかし領衆が輩出したのは名将だけではない。三国志を代表するこの地望の死もまた領衆の出身である。家君、君の才歴は素晴らしいな。ありがとうございます。なかなか私のことを認めてくださる方はいらっしゃらないのですが。いや、君の知望は古の長領や陳平にも勝るとも劣らないぞ。この円中は領衆、慣用軍の名族の出で、当時の領衆を代表する優れた人士だった。その円中から高い評価を得たことで核の名声も徐々に広がっていった。こうして核は高廉に推挙され、洛陽で仕官したのだが、病気で辞任して故郷に戻ることになった。その帰り道のこと。老官を超えるとようやく領衆か。おわわ。この時、異民族の帝族の反難民が物陰から飛び出し、核の一行を取り囲んだ。兵族は丸腰の一行を苦もなく全員捕らえると、皆殺しにしようとした。こんなところで無駄死にしてたまるか。何か助かる手段はないか。核の頭脳がフル回転を始めた。そうだ。おい、お前たちに言っておきたいことがある。なんだ、命乞いしたって無駄だぞ。命乞いじゃない。お前たちに利益になる話だ。お前たちに今俺たちが持っている財産以上の金が転がり込んでくる話さ。なんだ、聞こうじゃねえか。俺は断交の外孫だ。断交、かの破教将軍だった断交の娘がお前のお袋だっていうのか。そうだ。だからお前たちは俺を殺した後、俺を他の奴らとは別に埋葬しろ。そうすれば俺の家の者が俺の遺体を引き取りに来て、必ずお前たちに十分に礼をするだろう。どうする？断交ってあの強族の兵士を全滅させた恐ろしい方だよな。こいつを殺したらまずいことになるんじゃないか。だよな。下手したら俺たち部族ごと滅ぼされちゃうかも。やばい。危なく大変なことになるところだったじゃねえか。そうだ。これにいい考えがある。なんだいい考えって。あいつ一人だけ助けてやろう。そして逆にあいつと盟約を結ぶんだよ。炭鉱の孫と盟約を結んでおけば先々俺たちの利益にもなるじゃねえか。なるほど、それはいい。そうしよう。こうして他の同行者が全員殺される一方で核はたった一人だけ助かり、無事に故郷に戻ることができた。しかし、核の言った段系の孫だというのは実のところ全くの作り話だった。彼の知望はみんなこうした具合だったのである。魏軍の南の金城郡にも一人の名高い詩人がいた。その名は韓役。彼は軍の下役人として大主の印下に仕えていたが、その大主が在任中に病死してしまった。当時の中国では詩人は亡くなると故郷の先祖代々の墓地に埋葬されなければならない。しかし印下の故郷はこの近所から遠く離れていた。そこで韓役は同僚と一緒にはるばる印下の故郷までその亡骸を運び、さらに彼を埋葬した後、彼の功績を刻んだ石碑を建て名誉を添えた。この行為は印下の故郷の人々を大いに喜ばせただけではなく、韓役の名声を高めた。その数年後、福君お呼びと伺い参りました。今回お主に上経理として都洛陽に赴いてもらいたいと思ってな。それはありがたい限りです。上経理とは軍の年次報告を中央に行うために軍から都に派遣される役人のことで、下役人から高級官僚になる一歩手前の人物が任命されることが多い。上経理として都に送られると、都で人脈を作ることや新しい情報を得ることができ、そのまま都で官位に就くこともあった。ここのところ強族がやや不穏な動きをしている。我が軍の様子をよく伝えてきてくれ。かしこまりました。羨ましいな。都の情報もいろいろ仕入れてきてくれよ。こうして韓役は金城から出発して都洛陽に到着した。この時ちょうど黄巾の乱が発生したばかりだった。都も戦の備えではたふたしているな。そう猛徳殿がお越しになりました。おう、来られたか。お通ししてくれ。文百殿、お久しぶりでござるな。これは猛徳殿。ご活躍のお噂は領州まで聞こえてきておるぞ。曹操と韓役は昔なじみで仲が良かったのである。この度は一重に就任されたそうだな。
いよいよお主の軍略を実践の場で示す時が来たではないか。とはいえ賊の数は多く士気も高い。お主のことゆえ抜かりはなかろうが、勝てないと思った時はためらわず退くことじゃ。命をここで無駄にするでないぞ。ふむ、感じてもらってありがたい。無謀の衆だと言って侮るつもりはないな。よくよく心して参ろう。総大将の候補校は軍略に優れ、人柄も高潔なお方じゃ。我が衆の希望の星よ。これ以上は望めないような素晴らしい方だと思っている。そうかそうか。それを聞いて安心したぞ。それにしても朝廷はどうなっているのだ。東湖の禁を解除したのは良いが、諸悪の根源である十条寺を誅殺しない限り根本的には何も解決せんぞ。わしもその件は何度も何度も上奏している。しかし天使に十条寺を誅殺するつもりは全くないのだ。一緒に上奏している者どもが結局十条寺の残念にあっては投獄して亡くなるといったことが繰り返されており、わしももう諦めているのだ。そうか。しかしわしもこのように国が乱れ、民が苦しむ状態は到底黙ってみてはいられない。直接陛下に申し上げても効果がないのであれば、大将軍に十条寺を誅殺するように進めてはどうだろう。なんならわしが目通りを願って行ってみようか。大将軍と皇后は十条寺べったりだぞ。かの大将軍は名門の出身でもなく、詩人からの指示はまだ得られていない。十条寺のおかげで地位を保っているんだ。そうなのか。わしもあれも無理、これも無理というのは心苦しいのだが、これでもいろいろやってみてこの結果なのだ。正直、かなりわしも命の危険を感じながらやっているのだ。それではもう官は終わりではないか。この世の中はどうなってしまうのか。今は亡き兄大尉もよく言っておられた。これから乱世が来ると、いよいよ我らは乱世の入り口に立っているのかもしれない。そうか。その覚悟はしておかねばならないな。もはやこれは転移なのかもしれないな。そういえばお主は巨師匠から乱世の勧誘と評されていたな。これからお主が天下を握る時代が来るんじゃないか。楽しみにしておるぞ。はふはふは。それはどうかな。いずれにせよ、お主は天下になくてはならないお人じゃ。くれぐれも自分の身を大事にするのじゃぞ。漢訳は結局、大将軍の家臣への目通りを願い出た。家臣は漢訳の命令を聞いており目通りを許した。本日はありがとうございます。貴殿の声量での功名は聞いておるぞ。最近州の様子はいかがかな。何か変わったことはないか。はい、今の領州志士はひどすぎます。宦官と結託し、民からの搾取や工事のピンハネにせっせと励んでおります。太平道の勢力派領州にまでは及んでいないとはいえ、民衆の不満は極限まで高まっており、いつ反乱が起こってもおかしくない状態です。なんと、領州もそのような状態なのか。それだけではありません。ここに来て強族が不穏な動きをしております。強族、丹慶将軍の力によって強族は鎮圧されて久しいではないか。それが志士の取り立てがあまりに厳しく、これまで服従を続けていた強族や政府軍に協力して戦ってきた義従教まで搾取に耐えきれなくなってきているのです。彼らの不満が爆発したら、それは恐ろしいことになるでしょう。中央が黄金族で手一杯だというのに、領州で今日がまた反乱したら、もう手のつけようがなくなるぞ。どうすればよい？方法は一つしかございません。十条寺を誅殺し、政治の災いのもとを断つことです。こうすれば黄金族も領州の不穏な動きも収まるでしょう。これを陛下に進言できるのは大将軍しかおりません。私はこのことをどうしても申し上げたくて参りました。それはさすがにわしの力では、難しいな。大将軍がそのようなことをおっしゃっていては、天下は一体どうなってしまうのですか。漢訳が口を酸っぱくして説いても家臣は首を縦に振らなかった。失望した漢訳は上経理の任務を果たすと領州に戻っていったのである。今回出てきたこの漢訳って一体誰なんだ。初めて聞く名前だけど。駒野も知っている人物だぜ。彼はこの後関水って改名するんだ。ああ、馬頭関水の関水か。だったら知っているぜ。でも関水ってもっと陰謀好きのくせ者っていうイメージだけど、意外とまともじゃないか。そうだな。もともと領州で優れた名声を持つ詩人で、まっとうな人生を歩んでいた。でもこの後、彼は時代に翻弄され、その運命は大きく変わっていくんだよ。どれどれ、それじゃあ続きを見てみようか。再び領州、名将団慶が強族の抵抗勢力を釈国で全滅させてから15年、領州には平穏な日々が戻っていた。しかし政治の腐敗の進行により、状況は変わりつつあった。太平道の勢力こそ及んでいないものの、
漢民族も羌族も支配層の搾取に苦しみ、我慢は限界に達していた。時の領主志士、左将は特に搾取が厳しく、それが引き金となった。紀州で候補数が聴覚3兄弟を平定しつつあった項は7年11月、ついに反乱が勃発したのである。反乱したのは同姓軍に居住する王国、宗建らをはじめとする民衆。彼らの多くはかつて檀家の配下として戦った戦争経験者だったという点で、黄巾とは戦争への熟練度が違った。さらに、長年の羌族との戦争の際に、一貫して漢の朝廷側に従って参戦した甲中の義従教。報国、宗建はこの義従教の首領である北旧白đức、李文公を担いで反乱軍に組み入れ、反乱軍は大勢力に膨れ上がった。故郷行為の霊長が鎮圧に向かったが廃止し、さらに北地軍でも千年教が放棄し、乱は領州の広い地域に拡大した。大変だ大変だ。反乱鎮圧のために軍事費を調達せねば、州内の税金を今月から2倍にするぞ。そんなことをされては民衆をさらに反乱に駆り立てるだけですぞ。一気に鎮圧しなければ反乱が拡大するだろうが、さあすべての軍権から軍事費を取り立てろ。しかし左将のこの行動には別の狙いがあった。彼は軍備拡張する気に乗じてなんと数千万銭を横領着服したのである。なんということをされるのですか。州の危機だというのに民から取り立てた軍事費を横領するとは言語道だ。やかましいわ。ほれほれ賊軍が迫ってきておるではないか。お前が前線に一族と戦ってこい。さあ行け行け。左将は自分を諌める外君が目障りで、彼を羌族の大軍とわざと戦わせ、敗れさせることで罪に陥れようとしたのである。海君はやむなく阿陽に駐屯し、羌族の攻撃に立ち向かうことになった。羌族は士気が旺盛だ。軽々しく戦ってはならないぞ。敵の士気が衰えるまで守り抜け。会長氏をみんなで支えるぞ。ここで踏みとどまるぞ。海君率いる官軍は阿陽で力戦し、羌族を撃退することに成功した。敗れた羌族は西方に走り、甲中義従教、そして王国、宗建らと合流したのである。さすがにな一押しは手強いな。どうしようか。まず根拠地をしっかりと抑えることだな。義従教の故郷の金城宮、ここを手に入れるとするか。今の朝廷軍の力はだいぶ落ちている。金城軍を落とし陣容を整えてから海洋軍に向かえば、領州全土を手に入れるのも難しくない。うひょひょ、そうなれば最高だぜ。反乱軍は目標を北に向け、金城軍の攻略に狙いを定めたのである。福君、賊軍が我が軍に侵入してまいりました。こっちへ来たか。来てほしくないのに、我が軍には軍備もないぞ。故郷行為も敗れてしまいましたから。領州志士です。領州志士に救援を求めましょう。横領着服ばかりしている志士か。他に選択肢はない。すぐに援軍を依頼しよう。こうして金城軍は領州志士に援軍を要求した。金城軍の危機は救われるのか、そして漢訳はどうなるのか、それは次回で。赤丸です。朝廷の黄巾の乱への対応が終わらないうちに、西の領州ではこのように新たな反乱が発生しました。巨州の反乱は規模こそ黄巾に比べ大きくありませんが、反乱軍の構成員には甲中義従教をはじめ、もともと檀家の軍事作戦に長年従事した、いわば歴戦の勇士が多数含まれており、朝廷軍はこの平定に手こずり、領州は朝廷の統制が及ばない地域になっていくのですが、その推移はまた次回ご紹介します。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。